こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、七瀬さんからの質問です。いつも動画、イラストを拝見させていただいております。今回は、絵描き友達の付き合い方のお悩みを相談しに来ました。私は、絵描きの友達が少なく、これを改善しようと、イラストアカウントとは別でアカウントを作り、絵描きさんと繋がって、その絵描きさんのディスコードサーバーに入りました。そのディスコードサーバーでは、仲良くしていただけて、楽しい日々を過ごしていました。そこでは、イラストの初心者から上級者まで様々な人たちが交流していました。そして私はフォロワーが順調に伸びている時期でもあり、初心者にイラストの基本や目の描き方などを教えていたのですが、言い方がきつかったのか、突然全ての SNS をブロックされてしまいました。私は自分の作業を止めてまで相手に自分の技術を教え、今まで教えていて私が頑張って学んだ技術と時間を奪われたと同時に、友達だと思っていた人に裏切られた気がしてショックでした。その絵描きさんとは SNS で他のフォロワーさんとつながりもあったため、絵描きさんとの人間関係が面倒になってしまい、自分から離れていってしまいました。私は今回のことから一人でイラストの活動をしていてもフォロワーは順調に伸びていたので、ゲームやアニメ、漫画など他のジャンルで友達を作って楽しみつつ、イラストの方では完全に切り離して絵描きイコール敵、競争相手、ライバルと考えて活動した方が今後良いのではないかと考えました。絵描き友達を作る上でどういう接し方が良かったのか、また絵描き友達はなく別で完全に切り離して別で友達を作り接した方が良かったのか、斉藤直樹先生にお聞きしたいです。長文失礼しました。これからも斉藤直樹先生の活動を応援しております。とのことです。はい。なるほどですね。七瀬さん、ご質問ありがとうございます。七瀬さんは20代っていうことで、正直に言うと、七瀬さんの気持ち、僕分かっちゃいますね。僕もこういう時期、確かにありました。若くて自己顕示欲が強いと、こういうお悩みありがちだと思います。なので、七瀬さんに対してもそうですが、この質問に対してはね、若かりし頃の僕に向かって答えるように、質問に答えていきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。あなたのアドバイスは求められていない。まずですね、七瀬さんの質問を読んでいて率直に思ったのは、誰かにアドバイスをして SNS をブロックされるのは当然です。これですね、逆に七瀬さんは自分が聞いてもいないことを会社の上司とか、あとは同僚とか、友達とかでもいいんですけど、くどくどね、時間を使って一方的にアドバイスしてくる人に対してどう思いますか？きっとね、ご自身でもこう思うんじゃないですか？早く終わんねえかな、この時間って。普通にそう思いますよね。はっきり言います。求められていないアドバイスは相手にとって迷惑なだけです。会社の上司とかはね、ブロックできないかもしれませんが、七瀬さんはいつものイラストアカウントではない、新しいアカウントを作って、で、わざわざそのアカウントでアドバイスしているわけですから、そんなね、もう誰かもわからないようなやつ、余計にブロックするに決まってるじゃないですか。で、さらに悪いことに、七瀬さんはこうおっしゃっています。わざわざ作業をやめて、自分の時間を犠牲にしてまで今まで学んだ技術を教えてあげたのにブロックするなんて裏切りだ。自分は色々なものを犠牲にしたのにって。これは迷惑の上塗りです。おそらくですね、冷静になって思い返してみてほしいんですが、七瀬さんがアドバイスしてあげた相手、多分七瀬さんに対してお願いします、アドバイスくださいってお願いしてきてなくないですか？僕は多分ですね、その相手の反応を聞いていて、お願いしてきたわけじゃないように聞こえているんですが、そうだとしたらこういうアドバイスってね、七瀬さんによる一方的な善意の押し付けなんですよ。だってね、自分に置き換えて考えてみてください。あなたは今ただただ道をお散歩しています。とことこ。で、前からもね、人がやってきました。で、とことこ前から歩いてきたその人があなたに対して、はい、これあげますってね、今は別に欲しくない、わらび餅くれたとするじゃないですか。わらび餅、冷たくて、わらび餅、美味しいよってね、最後のよのところで謎に音程が上がるあの曲何なんでしょうね。それはいいとして、一方的に押し付けられたわらび餅に対してあなたは困惑してしまいます。別にこんなもの欲しくありません。いやー、これ何なんですか？いらないんだけどなーっておろおろしているあなたに向かって相手はね、何やらめちゃくちゃ怒ってきます。おい、何なんだよ、そのわらび餅は俺の時間と労力を使ってわざわざ隣町まで行ってやっとの思いで提
手に入れたわらび餅なんだぞ。それをお前、礼も言わずに困ったような顔しやがって。はっはーん、さてはお前、俺の敵だな。いや、それとも競争関係か？ライバルか？今から殴り合うか俺と。とかって言ってきたら、あなただったらどうしますか？いや、普通に警察呼ぶでしょ、そんなの。まあね、わらび餅の状況で想像したら、まあちょっとね、おかしくて笑ってしまうかもしれませんが、でもね、七瀬さんがやったことって、それと同じようなことですよ。アドバイス欲しいって思っていない人に対して、一方的にアドバイスをあげて、で、それに対して期待した反応がなかったから、プンプン怒ってるんだから。もう相手からしたらね、いや、わらび餅くれなんて言ってないですからって、思いますよ。いやまあ、細かい状況は違うかもしれませんよ。アドバイスはまあ、確かに頼まれてはないんだけど、なんか相手が困っているように見えたから、七瀬さんからしたらね、手助けしてあげた、みたいな感覚だったのかもしれませんが、でもね、本当にね、その相手が、七瀬さんのアドバイスで助かっていたんだとしたら、少なくともブロックはしてないと思うので、相手にとってはね、七瀬さんのアドバイスは、ちょっと迷惑だなと感じていたっていうことなんでしょうね。はい。結果から考えても。でね、ここまで聞いていて、七瀬さんはこう思ったかもしれません。斉藤さんはアドバイスしてんじゃん。絵の添削とか、あとはまさにこの動画で、バッチリアドバイスしてますよね。って。はい。してます。してますが、僕の場合はですね、七瀬さんと2つのポイントで大きく違っています。それは、1、頼まれたからアドバイスをしている。2、アドバイスした後の見返りを求めていない。この2点が七瀬さんと大きく違います。まず1つ目の点ですが、僕はですね、基本的には頼まれたアドバイス以外は一切しません。添削もですね、添削希望の専用タグをつけて、X に投稿された作品以外、勝手に添削するなんていうことはありませんし、この七瀬さんに対するお答えも、質問コーナーから七瀬さんが送ってくれたので、それに対して僕はお答えしているという形です。同じような人をたまたまね、僕がこう見かけたとしても、僕はその人に対しては何も言いません。だってそれは、道行く人に急にわらび餅をあげるようなものだから。僕はね、今回、七瀬さんがわらび餅くださいって僕に言ってきたので、それに対してね、へいわらび餅一丁ってね、お出ししているんです。道行く人のね、すれ違いざまのわらび餅は、ただただ怖いだけなので、やめましょう。で、ポイントの2つ目。僕はそうやって頼まれたアドバイスに対して、その人に見返りを求めていないっていうことですね。当然ね、この回答に対して、七瀬さんにお金を要求していることはありませんし、尊敬してほしいわけでもありません。たとえね、この回答が気に入らなくて、七瀬さんが僕をブロックしたとしても、気に入らなかったんだなって諦めるだけですね。アドバイスなんてね、自分の暇が許す範囲でやるものなので、そんなね、無視されてショックな分量を相手に与えるもんじゃないんですよ。基本的にはね、アドバイスなんてしない方がいいんですが、頼まれてする場合であっても、そのアドバイスを相手が聞かなかったからといって、ぶち切れるほど真剣にするものじゃないと思います。余裕の範囲内でやりましょう。アドバイスは善意ではなくてマウンティング。はい。ちょっと言葉がきつくなってしまいました。七瀬さん、ごめんなさいね。ついついね、若かりし頃の僕に重なったもんですから、少しムキになってしまったかもしれません。っていうのは、初めに言いましたが、七瀬さんのね、気持ちもよくわかるんですよ。他人を見ていてね、この人まだうまくできていないな。もっとこうすればうまくいくのに、俺ならこうするな。と思った瞬間、自分の心の内側からね、こう、ムクムクっと衝動が込み上げてきますよね。この人にアドバイスしたいって。この衝動ってですね、おそらくほとんどの人が多かれ少なかれ持っているものだと思います。で、多分ですね、このアドバイスしたいっていう衝動を、七瀬さんは善意だと思っていると思うんですが、これね、違います。そういう時にムクムクっと膨れ上がってくるのは、善意ではなく、その相手よりも上に立ちたい。こいつを思い通りに操りたい。っていう、要するにマウンティングの心ですね。僕もですね、自己顕示欲が強めなので、10代、20代は自分の抑制が効かないこの心に、随分と悩まされた記憶があります。例えばですね、思い返してみると、僕も22、3歳の頃だったと思います。その頃はね、ディスコードではなくスカイプだったんですが、絵描き同士の作業通話、いわゆるね、作業イプをすることが多かったんですよ。確かその頃も4、5人集まって、ある人はゲームをやったり、ある人はお絵描きをやったり、だべりながらね、ダラダラしていたんです。でね、その中に R 君っていう人がいました。R 君は漫画家志望で、今考えると僕と状況はそこまで違わないんですが、その頃の僕は正直こう思っていたんです。R 君よりも俺の方が上だろって。
。いや別にその頃ね、僕はイラストレーターとして売れているわけでも、特に有名なわけでもなかったので、上も下もね、関係ないんですよ。でもね、マウンティングしたいっていう心は、まさにこういう、どんぐりの背比べみたいな状況の方が、ムクムクっとね、首をもたげてくるんですよね。皆さんもね、マウンティングし合っている奴らを遠巻きに見て、こう思ったことないですか？いや、そんな低い位置で、俺の方が上だ。いや、俺の方が上だって。別にどっちも同じだわ。って僕もね、恥ずかしながらそんな感じでした。僕はね、R 君に毎回頼まれてもいないアドバイスを善意でしてあげてました。するとね、最初はニコニコと聞いていた R 君は、態度こそ変えないんですが、徐々に僕がいるスカイプには入らなくなってきました。で、不思議に思った僕はですね、一緒のグループにいた友達にある日聞いてみたんです。あれ ?R 君最近来てないけど、なんで忙しいの？で、そしたらですね、その友達は、ちょっと気まずそうにこう答えてくれました。いやーなんか、R 君、斉藤さんと話しているとちょっとへこむらしいから、なんか最近入りづらいみたいよって。そうなんです。僕はね、善意でアドバイスしてあげている。R 君はそれによって喜んでいるって思い込んでいたんですが、そうではなくて、R 君に対してマウンティングして、一人でね、越に言っていただけだったんです。結果的にですね、R 君をへこませてしまって、徐々に疎遠になって終わってしまいました。はい。悪いのは完全に僕ですね。とにかく褒めよう。はい。でですね、ここまで聞いても、ナナシさんはこう思ったかもしれません。じゃあどうすればいいんだよ。それでも他人と関係を結ぶには、やっぱり敵とかライバルとか対立関係しかありえないんじゃないかって。まあ正直ね、もうそれもありだと思います。若い頃、特にクリエイターって、そういう自己顕示欲を抑えましょうって言われたとしても、もう簡単に抑えられるような生半可な自己顕示欲じゃないと思うんですよ。全員俺にひれ伏せくらいの横暴さがあるからこそ成功できたクリエイターってたくさんいると思うので、そういうね、孤独な道をひた走るのでも僕はね、止めはしないです。それでもいいでしょう。でも一方ですね、それじゃちょっと寂しいよ、やっぱ誰かと分かり合いたいよ、仲良くしたいよみたいな人もいると思うんですよ。もしナナさんが後者だとしたら、関係を築きたい相手は特にとにかく褒めるということを意識するといいと思います。別にね、嘘はつかなくていいですよ。全くいいと思っていない部分を褒めても自分も相手もね、得しないと思うので、そこは自分に対して正直でいいと思うんですが、おそらくね、アドバイスしたいって思いながら付き合っていた今までのナナさんのモードからして、多分ね、相手を褒めるっていうことはあんまりしていなかったんじゃないかと思うんです。例えばね、一緒にディスコードで絵を描き合っている間柄だとしたら、描くのめっちゃ早いね、集中力すごいですね。何でもいいです。褒めてみましょう。褒められてね、悪い気がする人は基本的にはいないと思うので、自然にナナさんに好意が向くようになると思います。ただね、そんな時でもどうしても、アドバイスしたいっていう気持ちが膨れ上がってくる瞬間もあるかもしれません。そんな時はですね、アドバイスしたいところを指摘するんではなく、そこをね、代わりに褒めるんですよ。はい。指摘したくなった部分を褒めてみてください。何々さん、めちゃめちゃ線上手くなってない？この前見た時よりも線画が上手くなっているような気がする。すげーって。はい。具体的に線が良くなったって褒められるとですね、褒められた側としては、俺線が得意なんだ。じゃあもっと得意になってやろうかな。よし。頑張ろうってね。少なくとも気に入らないアドバイスをもらうよりかは、ポジティブにその部分と向き合うことができるようになります。具体的に言われたことで意識にも上りやすくなりますよね。わかりますか？アドバイスされるよりも、その部分が良くなる可能性は高くなると思うんです。それにね、何よりもその人は、褒めてくれるあなたともっとお話ししたいと思ってくれるはずです。求められてないアドバイスは、やればやるだけ相手もあなたのことを嫌ってしまいますし、嫌われたあなたも傷つくでしょう。100害あって一理なしです。もしね、誰かと話していて、この人にアドバイスしたいって思っても、それは善意ではなくて、ただのマウンティングです。本当にね、あなたが何かしら卓越したものの考え方や技術を持っていたんだとしたら、別にね、マウンティングしたいなんて思わないんですよ。だってする必要ありませんから。あなたがアドバイスするだけ、周りの人はあなたから離れていきます。それじゃ寂しいって思うんだとしたら、ぜひね、アドバイスする代わりにいいところを見つけて褒めてみてください。褒めたからってね、見返りを求めちゃダメですよ。それじゃ同じですからね。無理せず余裕がある範囲で少しずつチャレンジしてみてください。頑張ってください。応援しています。
以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回は絵の悩みっていうよりも人間関係の悩みだったと思います。絵を描いていてね、悩む半分ぐらいは意外と人間関係の悩みだったりしますよね。特にね、自分は結果が出せていないのに、あいつは活躍している、悔しいみたいな自分の中の嫉妬心に悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そんな時にはこちらの動画、悩み、他の絵師が活躍しているのに自分は結果が出せないをご覧ください。嫉妬心とどう付き合っていけばいいのか、取っかかりになれたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。